こんにちは。ようこそ日本語リスニング道場へ。今日も一緒に楽しく日本語を学んでいきましょう。さて皆さん、最近何か恥ずかしい思いをしたことってありますか？例えば、好きな人の前でつまずいてしまったり、大勢の前で言い間違えちゃったり、そんな時に使えるとっておきの日本語表現を今日は紹介します。それは、顔から火が出るです。顔から火が出るって文字通り顔から火がブワッと出るっていうわけじゃないんですよね。このフレーズはとっても恥ずかしいって感じるときに使います。想像してみてください。誰かの前で恥ずかしい思いをして顔が真っ赤になったことありますよね。まさにその時の感情が顔から火が出るっていう表現なんです。日本語にはこういう感情を直接表現する言葉がたくさんあります。例えば、心が折れるっていうのはとても落ち込むっていう意味があったり、頭にくるは怒りを感じるなんて言葉もありますよね。顔から火が出るっていうのもその中でも特にインパクトがある表現なんです。顔から火が出るって一度覚えたら忘れにくいし、使う時もちょっと誇張して大げさに使うことができるので、まるで漫画のキャラクターみたいに顔が真っ赤になって煙が出る、そんなイメージで覚えてもらえたらと思います。漫画やアニメが好きな方にとってはすごく馴染みやすい表現かもしれないですね。ではここでちょっと皆さんに質問です。最近顔が真っ赤になるぐらい恥ずかしい出来事ありませんでしたか？もしあったらぜひ顔から火が出るって思い出してみてください。そしてそのエピソードを友達と話すときとか、ぜひコメント欄とかにこの表現を使ってお話ししてみましょう。きっとそのシーンがもっと印象に残るはずです。ではこの表現がどういうふうに使われるか、ちょっと具体的な私のエピソードなんかもいくつか紹介したいと思います。まずは私がまだ学生だった頃、学校でのお話なんですけれども、皆さん友達やクラスメートと話している時にうっかり秘密をばらしちゃったことありませんか？私の場合は友達に昨日好きな人に告白したんだよねっていう話をしてたんですよ。で、その友達とどうだったってお話をしてたんですけど、後ろに気配を感じてね、振り向いたらその好きな人がたまたま後ろに立っていた。もうまさに顔から火が出ました。友達にだけ話すつもりが、まさかその告白した本人が後ろで聞いてるなんて、もう顔が真っ赤になりますよね。もうそれこそ顔から火が出るって感じる瞬間です。こんな風に誰かに知られたくないことがバレちゃうと、顔が熱くなるのは自然な反応ですよね。でもこのフレーズを使うことで、その恥ずかしい気持ちをちょっとユーモラスに、しかも強烈に伝えることができるんです。例えば後でその友達にもうあの時顔から火が出ると思ったよって話すと、友達もわかるって共感してくれると思います。次にお仕事での顔から火が出るお話をしたいと思うんですけど、仕事場でちょっと大事な会議というか、そんなに大きな規模ではなかったんですけど、ちょっと偉い人とか上司とかがいるような会議だったんですね。そこでプレゼンを私がしなきゃいけなかったんです。
で、私そのプレゼンテーションのために資料も完璧に準備して練習も十分にしてきたので、自信満々で臨んでいたんです。でもいざプレゼンが始まると、あれなんか違うなって思ったんですね。なんかみんなの反応が違うぞと。で、パッとスライドを確認すると、スライドを間違えて進めちゃってて、みんなが注目している中で何にも準備していないページが画面に映ってしまってたんですよ。なので会場がシーンとなって、もうみんなが私をじーっと見つめているんですよ。こんな時表向きは冷静に対応しないといけないけれど、内心ではすごく恥ずかしかったんです。こういう経験ありますか？もうその瞬間の感情も顔から火が出る。もう本当に実際に顔から火が出てたと思います。もう真っ赤だったと思います。どうしようどうしようって思って、この時も後で同僚にね、あれ間違えてたんだよっていう話をして、もうほんと顔から火出てたよって同僚に言われました。さて、ここまで顔から火が出るという表現の意味と使い方はだいぶ分かってきたのではないでしょうか。さらにこの表現を通して日本の文化についても考えてみましょう。日本では他人に迷惑をかけたり、自分のミスを人前で見せることがすごく恥ずかしいと感じる文化があります。だからこそ顔から火が出るっていう表現が生まれて、広く使われるようになったのかなとも思いますね。例えば会社の飲み会で上司の前でちょっと失敗しちゃったとか、学校の発表会でなんか言葉が詰まっちゃった時とかなんかも顔から火が出るって感じる瞬間ですね。皆さんもそんな経験があるのではないでしょうか。こういう時この表現を使うと、自分の感情を整理して状況を少し軽く見ることができるかもしれません。また日本では感情を抑えることが美徳、それが美しいとされることが多いんですが、こういう表現を使うことで普段抑えている感情を少しだけ表に出すことができるのかなとも思います。これも日本語の面白さであり深さでもありますね。この表現は特に友達や家族とのカジュアルな会話で使うのがぴったりです。少しオーバーに表現することでユーモアを交えた会話が楽しめます。例えばちょっとした恥ずかしい出来事でも顔から火が出ると言えばみんなを笑わせることができるかもしれません。さらに似たような表現として赤面するとか照れるという言葉もありますが、顔から火が出るはその中でも最もインパクトのある表現ですね。次に恥ずかしい出来事があった時はぜひこのフレーズを使ってみてください。きっと会話が盛り上がるはずです。この表現を使う時は少し大げさに言ってみるのもポイントです。いやーもう顔から火が出ると思ったよと強調して言うことで、その場の雰囲気が和んで会話がもっと楽しくなるでしょう。恥ずかしい思い出もこうやってユーモアに変えることで前向きに考えられるようになるかもしれませんね。皆さんもこんな顔から火が出るようなエピソード経験していたら、ぜひ次回はこの表現を使ってみてください。そして使ってみた感想や他にも面白い日本語の表現があったら、ぜひコメントで教えてください。はい、
では今日の表現、顔から火が出るはとっても恥ずかしいって感じるときに使うフレーズでした。日本語にはこうやって感情を豊かに表現できる言葉がたくさんあります。これを機に皆さんも日本語の面白さや深さを感じていただけたら嬉しいです。次回ももっと楽しい日本語の表現を一緒に学びましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。